こんにちは、斉藤直樹です。20代、よいさんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。今回質問させていただきたいのは、X に投稿する絵の雰囲気は統一させた方がいいのかについてです。まず現状からお伝えしますと、私は主に一次創作を書いており、将来は副業でイラストの仕事をしたいと考えています。そこで依頼をいただくためには、X のアカウントを伸ばすことが必要不可欠だろうと思い、細々とですが趣味で絵を描いて投稿しています。ある時、タイムラインを眺めていて気づいたのですが、ほとんどの人気絵師の方々は、この人はこういう絵柄で、こんな雰囲気の絵を描いていると一言で言えるほど絵の系統がまとまっていました。しかし私の場合、描きたいものが決まっておらず、いろんな絵柄、テーマの一次創作や、いろんなジャンルの二次創作などごった返しており、投稿したイラストに統一感があるとは言い難い状態です。何を描いている人なのかはっきりしないのでは、また見たいと思ってもらえる、イコールフォローしてもらえる絵描きになれないのかなと焦る気持ちでいます。自分の絵とはこれと言い切れる強いイメージが欲しいのに、どうしても一つに決めきれません。長くなりましたが、アカウントを伸ばすことや、いずれ仕事にしたいと考えると、投稿する絵の雰囲気は一つに絞った方がいいのでしょうか。斉藤先生が考えるセルフブランディングの方法についてご教授いただきたいです。ここまでお読みいただきありがとうございます。斉藤先生のさらなるご活躍、お祈りしております。イラストのバラバラ加減のご参考になればと、アカウントの URL を貼らせていただきます。もしお時間がございましたらお目通しください。とのことです。よいさんのイラストの紹介。まずよいさんはご自分のアカウントの URL を貼ってくださっているので、イラストを最初にね紹介したいと思います。こうやってね自分の作品を貼っていただけるとかなり具体的なことが言えるので、とてもねいいですよね。はい。でね、僕ざーっと全部見たんですが、よいさんのイラストの雰囲気とてもね僕は好きですね。よいさんはこういう作品を描かれています。はい。僕この絵がねすごく好きだったので一番最初に紹介していますが、背景に雲とビルが描かれた風景があって、そこがねこうドアのように開かれている、要するにねこうハリボテみたいな風景なんですね。そこに少年と少女と、あとは二足歩行の猫が佇んでいるっていう絵ですね。はい。よいさんの絵、これから数枚紹介しますが、よいさんの絵の特徴としては、いろんな人物がね、描かれている中で、すべての絵が、ちょっとね、こう、無機質な感じがする部分だと思います。この絵もそうですが、風景とか小道具によって、この人が何を考えているのか、想像させるのに留めていて、人物自体はね、かなりね、こう、無機質に描かれているんですよ。そういう絵がですね、なんかよいさんの社会との関わり方とか、距離感の測り方がちょっと見えてきて、僕はね結構好きだなと思いました。次の絵、この絵もですね風景を切り取ったようなイラストです。カーブミラーに映った自分の姿のイラスト、またもやね無表情な男性のイラストですが、影になっている部分に今度は結構ね表情豊かなモンスターが3体縦に重なっています。普段はね表情を出さないこの男性の心の内面を表しているんでしょうか。何らかの継承なのか、ミラーの支柱の部分には注意って描かれていて、この状況に対する不安感をかき立てられるように演出されています。あともう一枚。これもね、無表情な男性のイラスト。お誕生日で拍手されているのに、本人は一つも嬉しそうじゃありません。これはね、結構今までの絵よりもダイレクトな表現になっていて、なんかね、こう、飽和した社会への皮肉のような目線だったり、無感情にならざるを得ない若者に対しての共感だったり、そういうメッセージが見え隠れしているように感じます。あとね、次のも結構好きでした。このイラスト。横向きに歩いている女性と少年2人のイラスト。人物が水面に反射しているように描かれていて、特にね、少年の方は特徴的で、上の方のね少年の顔は歩行者用の信号機になっていて、水面に映っている少年の顔は人間の顔になっているのが面白いですよね。なんとなくですが絵を読み解くと、上はね現実にとらわれないちょっとこう夢見がちな状況になっていて、下の水面に映っている方は現実の自分の姿を描いているような、そんな風にも見えました。ほらよく見ると道路標識も上の方がこうスピード制限マックス無限大だったり、全身あるのみって描かれていたり、あとは女性が持っているものが虹色の絵筆だったりするのに対して、下のね水面の方に映っている方は、例えばね標識が速度制限30キロだったり、あとは日曜祝日を除くで、ちょっとこう規制がかかっているような感じになります。女性もね小さい鉛筆1本しか持っていませんし、着ているものもなんか上よりもねこう下方修正されているような気がしますね。はい。よいさんの作品、こういうメッセージ性が強そうなものもあれば、あとはもう少し単純に爽やかな世界観を描いているような、そういう作品もありますね。例えばこういうひまわりを主体にした夏のイラストだったり、あとはこれもひまわりですね。こういう作品だったり、あとこういう空をこう広く見せるような爽やかなイラストもあります。今紹介したような雰囲気のイラストが主体にあっ
って、で、それとは別ラインで、ちょっとこう、デフォルメ感が強めの小さなイラストも別で描かれています。はい。こういう感じのイラストだったり、もうちょっとアニメチックなデフォルメだったり、あとはこれはさっき紹介した絵柄と同じような感じですが、はい。子供のイラストですね。そして一転して、ロボットの絵もね、数枚ありました。みんなが忘れてしまう基本中の基本。はい。ざーっとですけどね、ヨイさんのイラスト紹介させていただきました。雰囲気がとってもいいですし、さっきも言ったように、いい感じに無機質な描き方がね、ちょっと暗めのテーマを扱っても、なんかね、全体は爽やかな感じがしていて、不思議なね、浮遊感もあって、とても僕はね、好きでしたね。で、ここからが本題なんですが、ヨイさんのお悩みはですね、将来絵を副業にしたいと。要するにプロになりたいんだけど、いまいち SNS のフォロワーが伸びないし、アカウントもなかなか成長しているような気がしない。このままではプロになれないんじゃないかと思って、今売れているような絵描きを観察した結果、他の人はどうやら絵柄に統一感があって、自分独自の世界観を持っているように感じると。で、自分にはそういう統一感がないせいで、アカウントも伸びないし、プロになるための土台も整っていないんじゃないかと。そういうお悩みなんですね。はい。なるほどなるほど。言ってることはね、すごくよくわかりました。ですね、はっきり言っちゃいます。それ完全に間違ってます。いや、ごめんなさい。完全にではないですね。それ、くぶくりん間違ってます。1割ぐらいはね、それが原因ですかね。まあでもね、ほぼ間違いだと思いますね。たとえ絵柄が安定して、これがこの人の絵柄なんだって絵柄を確立したとしても、別にそれだけでね、プロとしてやっていけるかどうかは無関係です。はい。絵柄がね、全く安定してない絵描きもね、結構いますからね。じゃあ何が大事なのか。絵描きとしてプロになれるかどうかの大きな境目。それは何なのかというと、シンプルに一言で言って、誰かの困りごとを解決できるかどうか。だと思います。はい。ですね、実はこれ、絵に限ったことじゃありません。他のあらゆる商売に対して、この考え方は当てはまります。誰か困っている人がいて、例えばそうですね、その人が、お腹空いたよ、なんか食べたいよ、って困っていたとします。で、そこに別の人が現れて、僕、パン持ってますけど、これいりますか？150円でどうですって提案します。で、困っている人は、ありがとうございます。それ、150円で買います。ありがとうって言って、需要と供給が発生しますよね。はい。別の場面、例えば、車壊れちゃったよ。自分では直せないんだよな。って、そういう理由で困っていた人がいたとします。僕、直せますよ。直してあげるので、その分の対価もらってもいいですかっていう人が現れて、で、困っている人が、マジっすか。もうお金全然払うんで、直してくださいって言って、需要と供給が発生します。商売の基本は、誰かの困りごとを解決する。これにつきます。こういう説明をするとね、そんなの当たり前だよ。そんなの小学生でも知ってるよ。って、皆さん言うんですけど、なのにもかかわらず、絵について考えるとき、多くの人は、この基本中の基本を忘れがちです。なんで自分の絵は売れないんだろう。アカウントが伸びないんだろう。って考えたとき、なぜかみんなこう答えます。絵柄に統一感がないんだ。俺が絵が下手だからだ。ブランディングがしっかりしていないからかもしれない。って。全然違います。あなたの絵が売れない原因は、あなたの絵が誰かの問題を解決することに貢献できていないからです。はい。これ逆に言えば、もうね、絵なんて全然下手でもいいんです。誰かの問題を解決することができさえすれば、ものすごく絵が下手くそな人であっても、プロの絵描きには全然なれます。プロの絵描きになれるかなれないか、その大きな境目は、本当にね、そこだけが原因なんです。確かにね、誰かの問題を解決する手段として、うまさっていうのが大事になってくる場合もあるんですが、必ずしもね、そうとは限らないっていうことなんですね。じゃあどういう絵が誰かの問題を解決できるのか、そもそもみんなが抱えている問題って何なのか、絵でそれを解決するってどういうことなのか、これだけだとね、イメージできないと思うので、わかりやすく図にして説明しましょう。これだけじゃないんですが、まずみんなが解決したい困りごと、どういうものかっていうと、パッと思いつくだけで僕はこういうのがあると思います。1、ストレスを発散したい。2、もっとお金が欲しい。3、もっと成長したい。4、もっと自分を分かってほしい。信用が欲しい。こんなのがありますよね。どうです皆さん。この4つ欲しくないですか？はい。おそらく皆さん、この4つは欲しいと思ったはずです。そのためにはお金、ある程度払ってもいいと思ったはずです。他にもね、睡眠欲とか、あとは生存欲とか、そういうのもあると思うんですが、絵ではね、なかなかダイレクトにそれを解決はできないと思うので、そういうのはね、外しました。じゃあ今言ったような悩みを絵で解決するってどういうことかっていう
いうと、一番ね、想像がつきやすいのは、漫画とかライトノベルではないでしょうか。例えばですね、今やものすごく人気のジャンルで当たり前になってしまった異世界転生ものですが、あれはですね、努力の否定とも思えるような、そういう世界観が特徴的です。ある日ですね、突然主人公が死んで、生まれ変わったらそこは異世界。その世界では最強と思えるような、稀なスキルがあらかじめ主人公には備わっていて、そのスキルを使って異世界で主人公は唯一無二の存在に成り上がっていくっていうのがね、異世界転生ものの一つのテンプレートだと思います。で、これがどんな困りごとを解決しているのかっていうと、現代のこの世界ってね、ちょっと前まで努力でなんとかなるって思えるような社会だったのが、今やね、持てるものと持たざるもの、その格差がもうものすごいことになっていて、もう努力だけじゃこの格差、なんかひっくり返せるような気がしないって、みんながね、思っていると思います。そういうね、不満やストレスを実際にね、一瞬で解決するっていうことはなかなか難しそうですが、物語の世界だけは、それを手っ取り早く解決して、爽快なね、物語にどっぷり浸ることができますし、なんならね、それをきっかけにして、現実に前向きな気分に自分を変えるきっかけにできるかもしれません。そういう問題解決の手段として、異世界転生ものはここまでのね、人気ジャンルになっていると思うんです。他にも例えばですね、2のもっとお金が欲しいっていう誰かの欲求を絵でどうやって解決するのかっていうと、例えばですね、ソーシャルゲームがわかりやすいと思うんですが、ソーシャルゲームの運営ってめちゃくちゃお金がかかりますね。何人もの人を雇って、新しいシナリオ、新しいイベント、新しいキャラクター、次々と出し続けなきゃいけないわけですから、運営側にはゲームをみんなにプレイしてもらいたいっていう意図と同じぐらい運営費用、つまりお金をガンガン稼がなきゃっていう欲求が同時に発生しています。ソーシャルゲームの大きな課金ポイントに人気キャラクターのガチャっていうのがありますから、そこで魅力的な絵を描ける絵師っていうのは運営にね、重宝されます。皆さんね、大きな勘違いをされている方が多いですが、こういうソーシャルゲームなどの商業イラストにおいて、イラストを描いている絵師っていうのは、ガチャを引くユーザーの欲求を満たすことでお金を稼いでいるわけじゃないんです。それもね、含まれてはいるんですが、それよりももっと手前に、運営のもっとお金を稼ぎたいっていう欲求を満たしてあげることで、絵師は対価をもらっている。そう考えた方が正確な捉え方です。ここをね、履き違えてしまうと結構ね、危険ですね。他にもね、3、4のもっと成長したい、もっと自分を分かってほしい、信用が欲しい、絵師が提供できるソリューションもありますが、ちょっとね、長くなってしまうので、ここは省略しましょう。また違う機会があれば、書籍とかにね、まとめて発信するかもしれません。皆さんもね、どんな解決方法があるのか、自分でね、考えてみてください。面白いと思います。はい。とにかく、ここで大事なのは、自分の表現が素晴らしいから絵が売れるんじゃないってことです。そうじゃなくて、これは絵だけじゃなくて、あらゆる物事に対して共通で言えること、商売の基本中の基本の考え方です。誰かの困りごとを解決すること。これね、なぜか絵のことに関しては、皆さんこの基本中の基本を忘れて、うまい絵は売れる、下手な絵は売れないと思い込みがちなんですが、全然違います。うまい絵であっても、困っている人の困りごとを全然解決しない絵は全く売れませんし、逆に下手な絵であっても困っている人の困りごとを解決できる絵であれば、この絵はバカすか売れます。まずはそのことを考えるようにしてくださいね。自分のことを、言うことを聞かない困ったちゃんと考えてみよう。ただですね、僕は絵描きですから、絵描きの気持ち、ものすごくわかるんです。絵描きじゃない人がね、絵描きにアドバイスする場合、それは君、需要と供給を分かっていないからだよ。まずは需要を考えなよ。みたいな言い方でね、スパッと終わってしまうと思うんですが、僕はね、ちょっと違います。なんせ僕自身、自分の表現を追い求めて、売れない20代を過ごしてきたわけなので、この悩みについてはね、痛いほどわかるんですよね。はい。そう、うまくはいきませんよね。あなたがね、もしものすごく魅力的な絵描きで、誰かがあなたの絵を見て、この絵は絶対に社会に広げなければいけない絵だって、その誰かが確信を持った場合、いきなりね、凄腕のプロデューサーが現れて、ぜひ、こういうの描いてくださいよ。僕があなたの絵、絶対に売りますんで。ってなる場合もあります。例えば、宮崎駿さんにとっての鈴木敏夫さんが、そういう存在だと思うんですが、それをね、ひたすら待っていても、そんなのギャンブルみたいなものじゃないですか。なので、ほとんどの場合は自分で何とかしなきゃいけないと思うんですね。そうなった時に役立つ考え方はですね、自分自身のことを言うことを聞かない困ったちゃんだと考えてみようってことです。もうね、絵描きの自分とは別のプロデューサーたる自分を作り上げてください。そのプロデューサーよいさんは絵描きのよいさんと違ってこう考えています。絵描きってものはよ、自己表現って何の飯の種にもなんねえ。
全く金にもなんねえものの考え方しやがるんだよな。ほんとクソみたいな連中だよ。なんだ？こいつも絵描きか。良いって名前なんだな。どこにでもいるような、クソみたいな名前つけやがって。でもなんだろう。なんかこの絵、俺の心にちょっとだけ訴えかけてくる何かがありやがるじゃねえか。ちくしょう、なんかこいつの絵、売ってみたく、ちょっとなってきたぜ。でもダメだよ、これじゃ全然ダメだ。こんな絵、誰が買うって言うんだよ。エロ絵でもねえからこんなの買ってもよ。全く欲求解消もできやしねえし。かといってストーリーもねえから、社会の不満解消の道具にもなれやしねえ。なんで俺こんな絵に惹かれたんだろうな。まあ仕方ねえ。乗りかかった船だ。俺がこの絵にバカすか売れるような企画くっつけて、このバカに方向性示してやんねえとな。どんな立て付けだったら、この絵を活かすことができるかね。まだ絵だけじゃ荒削りでどうにもなんなそうだけど、ミュージックビデオを作って、で、映像作家として売り出せば、うまくすりゃ人気の歌い手が高く買ってくれて、これ人気出るかもしれねえな。とかね。ちょっとね、下水口調でしたけど、そういう感じで自分のことを他の視点で考えてくれる人格。この他の自分をね、作り上げてみてほしいです。自分の絵はこれと統一感が出せずに困っているってヨイさんはおっしゃっていますが、そこはね、全然問題じゃないですし、なんならね、悩むほど統一感ないわけじゃないです。めっちゃ統一感あります。もしね、今のヨイさんに視点が足りないとすれば、おそらく今日紹介したような方向付けの問題だと僕は思います。それとね、一応最後に補足しておきますが、今紹介したような考え方は、プロとしてお金を稼ぎたいと思っている人にとっては必須の考え方ですが、別にね、趣味で楽しく絵を描いている人にとっては、これ全く考える必要がないことでもあります。むしろね、こんなこと考えてたら、絵が趣味としてね、面白くなくなっちゃいますので、趣味で描いている人はね、むしろ考えないでくださいね。好きに楽しくお絵描きしましょう。ということでいかがだったでしょうか。今回は絵で稼げる人と稼げない人の違い、実はこれだけです。ということで、プロとしてやっていく人にとって大事な考え方をお伝えしてきました。ただ、今回の動画では触れませんでしたが、絵柄の統一感について知りたかったな。その方法を教えてよっていう人もいたと思います。そんな方にはこちらの動画、A to Z 練習法、自分の絵柄を確立できる超効果的な練習法とはがおすすめです。これをすると、絵柄の統一感がぐっと増す特訓方法をお伝えしています。X でもね、ハッシュタグ A to Z 練習法で検索していただくと、たくさんのね、チャレンジャーのイラストを見ることができると思います。興味があれば、こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。